ルームツアーしよっかなと思うので、ちょっとあっち行っててくれ。ちょっとあっち行っててくれよ。あっち行っててくれ。あっち行っててくれって。はじめまして。今日は初めての投稿なので、やっぱりルームツアーかなって思って、白文鳥って言って真っ白な文鳥です。まずうちのお家はこっちが和室は 4.5 畳で、こっちの洋室は7畳のはずで、あとキッチンが奥にあります。間取り的には 2K で30平米くらいだったと思います。帰ってきたら、玄関上がったらこんな感じで、我が家は靴を収納していて、向かい側はキッチンと、このカーテンの向こうはお風呂とトイレと洗濯機とかがあります。ここのキッチンはちょっとまた今度紹介しようかと思います。で、この鏡は東屋アートファニチャーっていう福岡のヴィンテージのショップで購入をしました。反対向くとちいさんがお出迎えしてくれて、ベッドスペースがあります。よくみんながリールで見てくれてる画角はここかな、この辺かなって思います。ちいさんはここで私のことを監視するのが趣味です。このラックは無印で買いました。無印のステンレスシェルフみたいなやつで、今私は2連にしてるんやけど、もうちょっとつなげたい人は何連、3連、4連で切って、1連で十分っていう人は1個だけで使えます。レコードをたまに休みの日とか聞くの好きで、レコードプレイヤーがあって、これはデノンで、下のこのスピーカーとアンプもデノンです。レコードは重ためヒップホップから、あとは大好きな椎名林檎から山下達郎とか、ちょっと古い曲が好きですね。この上にはね、茶道の道具があります。抹茶を立てて飲んでます。文章を書くお仕事をちょこちょこしてたので、今もちょこちょこしてるんですけど、してるので、勉強も兼ねて、あとは普通に読書が好きで、本をよく読むので置いてます。あとは香り系も好きだけど、ちょっとゆっくり紹介したいんですが、一番よくつけるのはビュリーかな。チューベローズの香りって言ってめっちゃ甘いので、このヒノキとかちょっとメンズライクな香りと重ねてつけるのが好きです。で、本はいろいろ読むんですが、最近キュンとしたのは小坂五郎さんの写真集っていうのかな。ジンがたくさん置いてあるイベントで見つけたんですけど、みんなジンってさ、なんか紙をこう、なんていうの、まとめてちょっと本みたいにしがちというか、私だったらしたくなるなと思うんやけど、この方はこうやって写真を1枚ずつ入れてて、なんか CD みたいにさ、パッケージもしててさ、めっちゃ可愛いと思って買ったんやけど、後々調べたら彼氏のとかコウサとかと、あと JJJ とかと一緒にお仕事をしてるような、ほんとヒップホップ系の写真を撮るような方の写真集っていうことが後から分かって、ちょっとやっぱり私の好きっていうセンサー間違ってなかったんやなと思いました。せいさん食べないよ。あと好きな本はインスタにも結構まとめていたりするので、何でも質問してください。気になったのがあったら。あとこのメガネもまあ好きなんですけど、あんま詳しくないけど、最近買ったこのね、アレム合ってるかなのメガネが超可愛くって、こんなメガネ
やばい、ちょっと暑すぎ、エアコン切ったんやけど暑すぎてやばいかも。顔が丸いので、なんかこういうちょっとすっきりした強めのメガネをかけるとバランスがいいっていうことが分かりまして、これ買ったんやけどめっちゃ可愛くてつけてる。我が家のベッドのリネンをよく聞いてもらえるんですけど、スカータっていうブランドのを使ってて、オホスだったかなっていうアパレルのショップとコラボしたリネンで、本当私こういうクシュッとした感じのお洋服大好きなんですけど、そんなイメージが近くって可愛くて気に入ってます。前は紫系のリネンとか使ってたんですけど、夏なのでちょっと涼しげにブルー系、青み系でまとめてます。で、向こうにはプロジェクター、この白い壁に映すんやけど、ここのプロジェクターとつゆさんのお家、なんかインコのサイズらしくって、ちょっと文鳥が住むには贅沢なくらい大きなケージだそうです。つゆさんのケージがある台は、私は焼き鳥台という風に呼んでおりまして、下にバルミューダのトースターがあります。リベイカーか。あそこでなんかお惣菜とかパンとか買ったり作ったりした時はチンをしています。一時期パン焼くのにハマりすぎてさ、夜中パン焼きまくってめっちゃバターつけて食べて太りましたでもそれくらい美味しく焼けます。で、ブラインドはバーチカルブラインドにしてるから縦についてるタイプですね。ここは、結構前から使ってるカフェテーブルがあるスペースです。昇降式のテーブルなので、なんかちょっと疲れた時とか眠いなと思ったらテーブルを上げて立ちで仕事をすると結構はかどります。で、こっちにあるのはエバーフレッシュ、あとポスターをいただいたのとか買ったのとか、これは友達のポスターです。皆さんチェックしてあげてください。ここにインスタが載ってる？載ってない？載ってないかでもこれで調べたら出てくると思います。色味がすごい綺麗だよねというポスターです。で、今度反対側は和室になってます。このお家の決め手はこの畳ルームに住みたくてここを選びました。この和室のメインは半円のこのテーブルです。私これがすっごく大好きでずっと欲しくてついに買ってしまいました。アルテックっていうところのテーブルで、なんか三日月みたいにさ、半円でさ、足が3本足なんですよ。だから壁に立てかけてしか使えないんですけど、四角いテーブルと合わせたりしてちょっと長さを出したりとかもできて可愛いんですよ。これ大好き。さっきお花屋さんに行って、このお花めっちゃ可愛くないですか？ちゃんと見えるかな？クレマチスっていうお花の八重咲きで、ちょっと珍しい、こんなに花びらがたくさんあるので、下にいるこのひまわりちゃんは首が折れちゃったらしくって、おまけだよってくれました。優しい方でした。あとは私、友達がお家に遊びに来ることが多いんですけど、赤ワインのドリンクバーができます。一生これで飲めるっていう激ヤバアイテムです。ここ最近読んでる本でしょ。あとね、これめっちゃ良かった。多分ね、これ朝なんやけど、夜バージョンが大人気でもう売り切れてて、私は朝を泣く泣く買ったんやけど、昨日の振り返りと今日やることっていうのが書いてあるから、私ももう何年も日記をずっと書いてるんですけど、こういう風になんかサポートしてくれるワードがあるやつって書きやすいなと思って、最近はこれにも書いてるし、普通に日記帳にも書いてる。嬉しいことも嫌なこともね、全部書く。客観的にさ、自分の書いた文字を見れて、なんだこんなことで悩んどったんやってなる時もあるし、
これはちゃんと時間をかけて向き合わないかん問題やなと思ったり、そういうのが整理できるから日記は続けてます。続いてどうしようかな。このライトね、やばい、ちょっと顔が丸すぎてライトみたいなんだけどギャラリーストゥープっていう清澄白河にあるショップさんの2階にあるトプソさんの照明です。つけるとね、こういう感じで優しい光なんですよね。つゆさんが頭に乗るからさ、私の頭がどんどんボッサボサになっていくんやけどあと畳はね、畳のいいところはこうやって寝られるところです。気持ちいい。お昼寝をしたりしてます。つゆちとこうやってここに入るのが好きなんですね。暑いね今日。もううちはね30度超え、普通にエアコンないと。築37年のお家なんですけど30度超えちゃうんです。だからつゆさんがお家にいるから、もうこの1年間エアコンつけっぱなしです。恐ろしいですよ、電気代が足に止まっちゃった恐ろしいんですよ。でもつゆさんとの幸せな生活のためには電気代なんて俺が稼いできてやるかな。で、私この部屋を見てさ、みんなこの点々なんやって思ったかもしれないんですが、もう買ってよかったって思ってるのがこのミラーボールちゃんです。光を放ってくれて嬉しい。これはね、楽天ルームにも載せてます。20センチのものを私は買ったんですけど、ちょうどよかった。大きすぎずちっちゃすぎずで。植物は白竹って言って、漢字に竹っていう漢字が入ってるんですけど、竹ではないヤシ科の植物だったかな。和室にも合ってていいなと思いつつ、ちょっと成長がすごすぎて、もうね、天井を突き破るんじゃないかっていうような成長速度なので、植物大好きで大事にするよっていう方がいたらお譲りしたいななんて思っております。この辺は最近 DJ の勉強をしており、機材たちです。早くみんなに DJ してるところを見せられるように頑張ります。こっちはブラインドじゃなくってカーテンで、さっきの方はこれもブラインド。これはね、和紙のブラインドなの。トーソーっていうところで、オーダーで作っていただきました。カーテンも私大好きだからなくしたくなくって、見えないかな。これは菅原っていうところのガラスブランドの風鈴をつけてます。かわいいよね。夏ですね。これさ、初めて見たんやけど、私大学の時にお花屋さんでアルバイトしてたんですけど、ここのよく行くお花屋さんは珍しいお花をよくね取り扱ってるから好きなんやけど、このポンポンの中に実があるんだって。面白いですよね。で、あとこれもよく聞かれるこの掃除機ね。これはマキタの掃除機でございます。赤い色が畳に生えて可愛いなという感じで買いました。そして鳥って面白くって、ちっちゃな頭でね、嫉妬とかするんですよ。マイク乗った。うるさいよ、みんなが。やきもち焼くんですよ、めちゃめちゃ。私と友達がずっと喋ってたり、カメラに向かって喋ってるとやきもち焼いて、ずっとこう構え構えってしてきたりとか、一日外出してて帰りが遅くなったりしたら、こうケージからね出すんです。こうやって出したら手に頭突きをするんですよ、クックってで、結構怒ってる日は3回、そんな怒ってない日は2回、ちょっとだけ怒ってる日は1回みたいな感じで、こんなちっちゃい頭でね考えて
焼き餅焼いてんのが可愛すぎませんか？みんなちょっとうちの家に遊びに来たような気持ちになれましたか？伝わってるのかはちょっと怪しいですが、そんな感じで次の動画でキッチンのツアーをできたらいいなって思いつつ、これ喋りたいと思って全然違うのを出すかもしれません。更新はたくさんしたいなって思っております。じゃあ見てくれてありがとうございました。バイバイ。